追ってくる女。僕は大学進学を機に一人暮らしを始めた。5年前に再婚した母は最後まで渋っていたが、せっかく国立の大学に受かったのだからと強引に家を出てきた。どうしても新しい父に馴染めないことを母も薄々察していたのだと思う。もちろんわざと遠くの大学ばかりを受験したのだ。母には悪いが、義父とその連れ子たちを受け入れる気持ちにはまだなれない。死んだ実父は酒飲みで喧嘩っ早く、女癖も悪かったと聞いている。母にとってはあんな男でも、僕にとっては優しい父だった。休みになると公園に出かけ、よくキャッチボールをした。父が事故死する直前の休みの日、公園から一緒に帰る途中に子犬を拾った。シロと名付けたその子が今の僕の唯一の同居人だ。その日は早朝から出かけていて、夜も遅くになってからの散歩になった。アルバイトもしているので忙しく、なかなかシロに構ってやる余裕はないが、毎日1時間ほどはジョギングがてら散歩に行くのを日課にしている。大抵は早朝なのだが、今日に限って本当にたまたま夜にしか時間が取れなかったのだ。10月とは名ばかりの夜でも半袖で過ごせるほど暑い日だった。僕はいつものようにシロを連れてマンションを出て、いつものように川沿いを南へ向かった。ここから海までの数キロを走り、しばらく港を眺めてから引き返す。シロにとっても僕にとってもちょうどいい距離の散歩コースだ。静まり返った川沿いの道には人気がなく、等間隔に並ぶ街灯もぼんやりと薄暗い。僕の足音だけが規則正しく響く。おかしなほどに静まり返った真夜中だった。こんなに暗かったかな。僕の独り言にシロがクーンと鳴く。海までの距離の半分ほどまで来た時のことだった。背後から足音がする。ここはジョギングコースになっていて、走っている人もよく見かけるから、最初は特に気にならなかった。走っている速度もそう速いわけではないので、足音がシンクロするぐらいありえるだろうと。嫌気のせいか、足音は軽い。ヒールの音だ。カツカツと鳴る乾いた音がやけに強く響いて聞こえた。しかも速い。ヒールのある靴を履いていて、ジョギングの速さについてくることができるのか。やはり追いかけてきている。僕が足を速めると追ってくる足音も速くなる。走るのをやめてゆっくり歩くと、相手も速度を緩めるのだ。気味が悪かったが、それでも最初のうちはそう心配もしなかった。僕はそれなりに体格のいい男だし、シロもいる。初対面の人間が襲う相手にしようとは思わない組み合わせだろう。そのうち追ってきているのはヒールを履いた男なのではと思うようになった。というのも、もうかなりの距離を走っているが、足音は一向にペースを落とさないのだ。女性が相手だとしても気持ちがいいものではなかった。刃物でも振り回されたら怖い。僕はポケットからスマートフォンを取り出そうとして、そこにあるのが小さなコインケースだと気づいた。思い出した。ジョギングをするなら邪魔になるから、スマホは家に置いてきてしまった。どうすればいい。逃げるか、シロを連れて。頭の中をぐるぐると思考が巡る。できるならこのまま人のいる場所まで行きたい。さすがに目撃者がいる前ではめったなことはできないはずだ。思い出したのは、次の橋を渡った先にあるコンビニだった。気持ち足を速めて先へ進む。シロは不安そうに僕を見上げ、走りながらチラリチラリと背後を気にしている。女か、男じゃないのか。そう聞きたかったが、シロに返事ができるわけがなく、僕には振り返る勇気もない。リードを短く掴んで強めに引いたのが悪かったのかもしれない。シロはおもむろにぐっと速度を速め、別の方向に僕を引っ張り始めた。いつもはそんなことなどしない子だ。若い頃のおてんばぶりは鳴りを潜め、二人で暮らし始めてからは吠えることすらあまりなかったのに。
白と名前を読んでなだめようとして、正一。耳元で低い女の声がした。正一。ヒュッと喉が鳴った。立ち止まってなどいない。振り返ってもいない。もはやジョギングというよりもダッシュの勢いで走っているのに、女の声は近く、しかも長い髪が僕の方に触れる感覚まであった。ぐっと首をつかまれた。一瞬にして息が詰まった。冷たい手だ。やけに長い爪だ。大声で叫ぼうとしたが、声は出なかった。白が激しく吠え始めた。こんなわけのわからない相手に果敢に立ち向かおうとしている。ダメだ。せめて白だけでも救おうと、命綱のように握りしめていたリードを離した。いや、離してはいけなかったのだ。白は激しく吠えながら僕の首を絞めている女に飛びかかった。耳を覆いたくなるような悲鳴が聞こえた。女が蹴飛ばしたか突き飛ばしたか、僕は必死になってもがいたが、真っ白な白の体がもんどり打って石の車止めにぶつかるのをただ見ているしかなかった。白はなおも果敢に立ち向かおうとしたが、背後の女は滋賀にもかけない。何度目かに吹き飛ばされて、その後吠え声も悲鳴も聞こえなくなった。やめてくれ、やめてくれ。僕は懸命にもがいたが、どんどん首は締まっていき、意識は朦朧としてくる。正一。気を失う寸前、あの女の声が聞こえた。違う。俺は正一じゃない。正一って誰だよ。どれぐらい経っただろう。僕は頬を舐められ、目が覚めた。目を開けても周囲は真っ暗で何も見えない。ただ僕は普段遮光カーテンを引いて寝るので真っ暗闇に慣れている。もう一度ペロリと頬を舐められた。いつものように白が起こしに来たのだと思った。だから普通に自宅のベッドの上にいるのだと錯覚した。体を起こそうとして異変を感じた。手をついた場所が硬い。いつものベッドでもソファーでもカーペットでもない。硬いところで眠ったせいか、あちこちがギシギシと痛む。疑問に不安が混じり、白と愛犬の名を呼んでみた。返事はない。白、どこだ、白。僕は不安よりも強い恐怖に見舞われた。嫌な夢のことを思い出したのだ。いや、本当にあれは夢だったのか。僕はそろそろと腰を浮かせた。暗闇に手を伸ばし、周囲の様子を確かめる。指先に触れたのはデコボコとした石のような感触。それからこれは苔、草。全く何も見えないことに恐怖を感じた。もしかすると目が見えていないのかもしれない。本当は周囲は明るくて、僕の目だけが見えなくなっていて。叫び出す寸前に聞こえたのは間違いなく白の鳴き声だった。白。僕はハッとなって耳を澄ませた。どこにいる、白。彼女の声が僕に勇気をくれた。四つん這いになって両手で安全を確認しながら白の声がする方向に進んでいく。しばらくすると遠くにぼんやりと明かりが見えてきた。光がわかるということは失明したわけではない。ほっとしながらそちらに向かってなおも進む。白。ある程度近づいて初めて分かった。それは明かりではなく見慣れた白の姿だった。毛が白いのでまるで体から光を発しているかのようにほのかに浮き上がって見えたのだ。白。僕は声を振り絞って彼女の名を呼んだ。しかしいつもなら呼ばれた瞬間にかけてくるのに、
座ったまま動かない。尻尾も揺らさない。一体どうしたんだ。そもそもここはどこだろう。両手に触れているのは石畳か。白の周囲はぼんやりと明るいが、その他に光源になるようなものは見当たらず、ではなぜ彼女が光って見える。脳裏にあの悪夢がよみがえってきた。女に追いかけられて首を絞められ、白が動かなくなった。もしかするとあれは現実でどこか怪我をしているのかもしれない。あるいはそれもこれも全てが長い夢で、今もその中にいるのかもしれない。僕はためらった。前者であることを恐れたからだ。もしあの悪夢が本当に起こったことなら、白が甘えるように鼻を鳴らした。僕はハッとして顔を上げた。こちらを向いて座る白の尻尾がパタリパタリと揺れている。そしておもむろに立ち上がり、僕がいるのとは真逆の方向にくるりと体の向きを変えた。待って。そう言おうとして声が詰まった。その足取りは怪我をしているにしては軽やかで、むしろ四つん這いの僕の方がすぐには動けない。このままだと真っ暗闇に取り残されてしまう。そんな恐怖に血の気が下がる。だが白は数歩行ったところで立ち止まり、首だけ巡らせてこちらを振り返った。ついてこいと言っている。僕はノロノロと立ち上がった。周囲があまりにも暗く、どちらが地面かわからなくなりそうだったが、ぼんやりと光る白を見ながら両足を踏ん張った。白は僕が立ち上がるのを辛抱強く待っていた。両足が石畳の地面を踏み、無事立ち上がれたことにほっとする間もなく、彼女は再び先に進み始めた。先ほどよりはゆっくりと、僕がついていける程度の速さで。数十歩進んだあたりから先の方がぼんやりと明るくなり始めた。徐々に光が差すように漆黒の世界に物の輪郭が浮かび上がってくる。かろうじてわかるのが、そこが神社の参道のようだということだけだ。そう確信が持てたのは、白の行く先に鳥居が見えてきたからだ。鳥居の色は白かった。正確には白と同じ色味でぼんやりとそれ自体が発光していた。これはきっと夢だ。僕はそう思いながら、再び立ち止まってこちらを振り返った白のもとへ足を進めた。そばまで行くと、鳥居は意外と小さかった。白はその場に座り、またクーンと鼻を鳴らした。何かを訴えているその雰囲気に、はっとしてもう一度鳥居を見上げる。この下をくぐっていけと言っている。僕がそばに行くまで彼女は動かずにいた。手を伸ばして触れると、いつもと同じように温かく柔らかい。近くで見ると鳥居と同じで、白の体全体から淡く光が発しているのが分かった。抱きしめたい衝動に駆られて欲求のままに腕を伸ばす。白はいつものように僕の首筋に湿った鼻先をこすりつけた。覚悟が決まるまでしばらくかかった。なぜかこの先は安全ではないと分かってしまったからだ。夢なのに肝が縮むほどの恐怖に見舞われた。もしかするとあの女がいるかもしれない。そう思うとなかなか第一歩が踏み出せない。白は僕の気持ちが落ち着くまで待ってくれた。抱きしめた体は温かいのに、なぜか鼓動は感じなくて。僕は腕に力を込め、こみ上げてくる涙ごと彼女に頬ずりした。行こう。そう言うと白はペロリと僕の方を舐めた。僕が立ち上がると白も立った。二人で鳥居に向き直り、横一列に並ぶ。深呼吸してから一歩踏み出した。体が鳥居の下をくぐり抜けた瞬間、その場の空気が色を変えた。目に飛び込んできたのはぼんやりと並ぶ街灯。まっすぐに続く道、公園と生垣。僕は走り出した。元の場所に戻ってきたのだという安堵よりも、あの女がどこかにいるという恐怖の方が勝った。
それは足音だった。ヒールの音だ。僕は最初から全速力で走った。追いかけてくるヒールの音はやはり離れてはいかない。正一。ああ、またその名前か。僕は少し先を走る白だけを見て、絶対に足を止めないと心に誓った。正もういい、聞きたくない。白の走る速度が次第に上がる。僕も必死で走っているが、徐々に距離が開いてくる。待ってと言いそうになるのをこらえ、置いていかれるまいとついていった。白は見覚えのある川沿いの道を海へと向かっている。橋を渡ればコンビニがある。僕は白の後ろ姿しか見ておらず、いつの間にかヒールの音が聞こえなくなっているのにも気づかなかった。やった、コンビニだ。住宅街に燦然と輝く明るい光。その明かりは暗闇に慣れた僕の目に痛いほど刺さった。僕は店内に駆け込んだ。自動ドアを叩いて割りそうなほどの勢いだった。コンビニの入店音はやけにゆっくりと間延びして聞こえた。いらっしゃいませ。だがその音と見覚えのある店員の声が強烈な現実感となって僕を包み込んだ。全身からどっと力が抜ける。大丈夫ですか？入り口のフロアマットの上に崩れ落ちた僕に店員が大慌てで駆け寄ってきた。それに対してどう答えたのか覚えていない。やった、助かった、それだけを頭の中で繰り返し、安堵のあまり腰を抜かしていた。店員が何度も声をかけてきて、ようやく思考が戻り始めた時、真っ先に思い出したのが白のことだった。賢い彼女はコンビニに来た時はいつも外で待っている。いや、今は外は危ない。事情を話して店内に入れてもらおうか。そんなことを考え、顔を上げるとコンビニの外の暗がりでお利口にお座りをして待っている白と視線があった。真っ白な尻尾を振って僕を見ていた彼女は確かにそこにいたはずなのに、瞬きを2回する間に煙のように消えてしまった。僕は混乱し、もう一度強く目を閉じてから開いた。真夜中のコンビニの駐車場に先ほどまで確かにいた白い犬の姿はなかった。そんなはずはないというよりは信じたくない。白は、彼女は。僕はブルブルと震えた。思い出してしまった。あの女の反撃に遭い動かなくなった白を鳥居の下で抱きしめた時、鼓動を感じなかったことも。その日を境に僕の大切な家族は姿を消した。